どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。突然ですね、Apple 製品がセール来ましたね。この Apple のセールページっていうのを見るとね、非常にわかりやすいので、これ概要欄にね、しておきますが、突然来ましたね。今回 iPadとかですね、 iPhone はあまりないんだけど Mac とかイヤホンとかが細々したのがねいくつかありましたので、セール品含めてご紹介したいかなと思います。なかなかですよこれ。今回、紹介する商品に関しましては Apple 製品のね突然のセールというなんか変な名前なんですけど紹介してますので、こちらをね、動画見るのめんどくさいよっていう人は概要欄にこれ貼っておきますので見てください。意外な商品もねいくつかありますのでチェックしてもらえばなと思います。では早速いきましょうか。今回やっぱ目玉はですね、この AirPods Pro 第2世代だと思いますね。 USB-C にね変わりましたけど32,000円台来ました。これは安い。最安値でございます。気になってた方はね、もう買っちゃっていいんじゃないかなと思いますね。基本的にはそんな今までのね、ライトニングと変わってないんですけど、AirPods の初代とかから変えても、かなりノイズキャンセリングとか上がってますので、グセーフとかもね、磁石でこうくっつけて充電できるようになってるんで、これはね、いいですよ。安定の。iPhone だったらAirPods かなっていうのは正直あります。今ね、僕が使ってるこのイヤーピースですね。これもね、ぜひね、買っていただきたいというか、医療用シリコンっていうのがね使われておりまして、これがですねめちゃくちゃいいです。AirPods これどちらも対応してるんですけども、耳がこの痒くなるんですよね。普通のこのイヤーチップっていうこの透明の耳の付け根の部分につけるんですけど、痒くなるのが抑えられます。かなりで、なんか音質も良くなったような気がします。これは個人差あるかもしれないですけど、これねかなりおすすめです。耳が少し小さめの方はこのね S とか MS サイズがいいんじゃないかなと思います。男性だと多分 ML、L サイズとか、サイズ感これいろいろある方がいいと思います。で、あとエアタグがですね4200円かな。こちらも安くなってました。公式だとだいたい4800円ぐらいするので、iPhone とこれ連携することで鍵とかにつけて位置情報をこれ知れるというものになっております。アプリで確認したりとか正確な位置を見つけたりとか、で U1 チップ搭載なので iPhone 11以降になりますので、そこだけ注意なんですけども、音鳴らしたりとかできるので、よくなくし物をするよっていう方は本当におすすめでございます。で、マグセーフワイヤレス充電器もなんだかんだねこれも安いね。純正で使いたいよって方はおすすめではあるんですけども、別にサードパーティーっていう、他のブランドで安いものはいっぱいあるんで、それは今まで紹介してるんで、またさっきの Amazon フロントとかでね紹介してるんで見てもらえばと思います。ビーツとかね、イヤホン関係も安くなってました。このフレックスってやつ首でかけれてね、で Apple のチップがこれ入ってるので連携しやすいです。で Android でも使えるっていうのは結構利点かなと思います。でマグネットでカチッとね首のところでくっつくので、歩きながらでもね使いやすいかなと思います。値段はお手頃ではあるかなと。本であると、このスタジオバッツプラスですね、 AirPods Pro の少し廉価版にはなるんですけども、十分ノイキャンとか強いですし、外部取り込みとか十分使いやすいかなと思いますね。ゾーンがね嫌いな人はこっちでもいいのかなと思いますね。スタジオプロですね、このノイズキャンセリングのヘッドホンもお安くなってます。でこっちもビーツで、今アップルに買収されたのでほぼアップル製品と言っていいと思います。空間オーディオとかですね、これもノイキャンとか外部の取り込みモード全部入ってて、非常に使いやすいです。Android とも使いやすいかなっていうのが AirPods 以外での特徴になるのかなと思います。Apple Music もついてきたりとか、AirPods Max の僕廉価版っていう感じだと思いますね。音は AirPods みたいな感じです。なんかたまたま BOSE がね、BOSE もなぜかセールしてました。クワイエットコンフォート。これ新しく出たモデルで僕も試させていただいたんですが、非常にいいですね。いいとしか言いようがない。基本見た目は今までと一緒なんですけど、グリーンとかね、出ましたね。ホワイトスモークとか、色がいろいろあるので、ここら辺と、あとね、上位のモデルがあるんですけど、ウルトラヘッドホンっていうのは個人的にはおすすめなんですけどね。長く使って快適に使いたいんだったら、割と僕こっちがおすすめかもしれないです。このクワイエットウルトラっていうのが、45,000円ぐらいで買えるのか。1万円乗せて今これ買えるので、かなりね、音とか、ごつく見えるんですけど軽いですし、コントロールもね、タッチセンサーとかついてるんで、なかなかいいです、これ。これ結構おすすめ。これね、今日さっき届いたんですけど、CMF っていう、ナッシングっていうですね、ブランドがやってる廉価版の CMF っていうブランドがあるんですけども、なんか透明のね、イヤホンとかスマートフォンを出してるメーカーなんですが、これインドとかで新興国向けに出してるやつがあるんですけど、これ発売されまして最近。今届いたんですけど、普通に良かった。デザインがかっこいいのと、ノイキャンとか外部の取り込みモードとか、ノイキャンはそれなりかなと思います。Bluetooth 5.3 とか、基本的にテクノロジー的なところは
は全部新しいのが入って、デュアルデバイス接続とか出るので、タッチセンサーもね、今使ってみたんですけど、全然良かったですね。ノイキャン、まあでもこの価格を考えると十分かなと思います。デザイン良くて、まあお手頃なイヤホン探してる方は非常におすすめなんじゃないかなと。で、iPad ですね。世代、これ今 Apple で、販売はしてるんですが、新学期キャンペーンとか対象外にはなっているので、今ここで買うのが特に学生の方とかね、いいんじゃないかなと思います。非常にまあね、使いやすくて、一旦これでいいかなっていう気はしますけどね、僕はね。ただ iPad 新しいの出そうではあるんですけど、ただね、この、例えばあとまあもう一個、新しいのはこの10世代なんですけど、基本的にはそんな変わんないかな気はします。9世代と。まあタッチ ID のところがね、変わってますけど、画面大きめで、まあこの新しい感じ、使いたい人はまあいいのかなと思いますけど、僕が10世代は買ってもいいかなと思います。そんなに変わんないと思うんで。で、iPad mini も安くなってました。6000円ぐらい 8% オフでございます。まあコンパクトに今使いたいのはやっぱこれが一番メモ帳サイズで、Apple Pencil の第2世代対応してるので、本当にメモ帳っていう感じですね。かけるメモ帳。iPad mini もそろそろ出そうな気がするんですけど、 iPad Air もまあ安くはなってるんですけど、多分もうそろそろ出るんじゃないかなと思うので、まあ待てる人は待ってもいいかなってまあ僕は思いますが、まあどうしても欲しいよって方はまあ別に買っちゃってもいいと思います。そんなに変わんないと思うんで、 M1 チップが入ってますんでね、性能的にはかなり十分かなと思います。Apple Pencil も各種、例えば第2世代だったりとか、さっきの iPad9 世代10世代とかはこっちですかね。まあライトニングになりますけど、第1世代か USB-C のモデルもあります。まあ廉価版で iPad これなんで10世代とか使えますかね。 USB-C 端子になってる iPad、まあ10世代とか iPad Air とか iPad Pro は全部使えますので、これも悪くないかな。iPad まあ10世代かな。さっきのこれ用な感じはします。正直くっつくけどまあ充電はできないみたいな感じです。とはいえね、この例えばジャムジェイクとか廉価版のやつでもね全然使えるので、まあこれでもいいかなっていう気はします。一旦試しで使ってみて、普通にね絵描くぐらいだかメモ取るぐらいなら全然いいかなと思います。黒色のねカラー買ったりもするんで、まあ、ジャムジェイクか、まあ、あとまあこのメタペンとか紹介されてるのはあるんですけど、割といいかなと思いますね。タップで切り替えとかパームリジェクションとか基本的なものは全部ね、まあ、入ってるんで、対応モデルだけ確認してもらって大丈夫かなっていう、まあ全部これ書かれてますのでチェックしてみてください。で、まあ、iPad に関してはおそらく発表会がですね3月後半にあるんじゃないかっていう話があるので、何がどうなるのかっていうのはこちらでねぜひ確認してもらって、 iPad Pro とかは出そうなので、今回 iPad Pro に関してはね安くはなってなかったんですけど、まあ、見てもらえばと思います。セール時ねこういろいろ出してはいるので、 MacBook Air もこれから出します。 Mac 関連ですね、今回やっぱこれが目玉かなと思う。 M2 Pro チップの 16.2 インチ MacBook Pro が25万5000円ということになっておりまして、これは安いと思います。正直16インチなんで大きいモデルにはなるんですけども、 M2 Pro チップ1個前とはいえそんなに変わってないんで、正直性能的にはかなりモンスター級にはなるので、まあ、正直大きい画面で端子とか欲しいとかね、しっかりプロレベルで使っていきたいっていう方はかなりいいんじゃないかなと思います。メモリが16で 512GB なので、512あれば基本は大丈夫と思うんですけどね。一応まあ13インチの今ラインナップから消えました MacBook Pro も M2 チップ搭載のやつもありました。ただまあ US キーボードなので、まあ万人受けはね今後打てるのは打てるんですけど、ちょっとまあ特殊なキーボードではあるので、 US キーボードでよくて、このいわゆるタッチバーがある方がいいっていう方は、まあ昔のね形がいいんだっていう方はまあいいかなと思いますね。 512GB まあ一応あります。ただメモリは 8GB になるので、そこは注意かなと思うんですけど、ここはでもあんまおすすめはしないですね。まあ一応 M2 チップもですね基本的にはこっちの方が使いやすいかなと思います。 256GB メモリ8で14万2000円で、今ですね Apple、まあ、M3 のモデル出たんですけど、基本的にはチップが変わっただけなので Apple で買うよりだいたい6000円ぐらいは安くなってるのでいいかなと。512GB でもだいたい7000円かな、17万8800円なので Apple Store だと安くなってるので、512で16はないのか見比べながらね買ってもらえばなと思います。純正カスタマイズモデルって書いてあるけど、8GB で結構普通に使う分には問題ないかなと思います。こんな感じですね今ね。で M2 チップのこの 15.3 インチですね、これはApple で今売られてないです。 M3 のモデルはあるんですけど、画面さっきの Air と一緒で画面が基本大きくなっただけですね。非常にあとまあスピーカー性能とかいいんですけども、今回でもこの256はスターライトのみですかね。 512GB だと、まあ、ミッドナイトとかありますので、用途に応じてここはね買ってもらえばなと思います。でApple のデュアル USB-C ポート搭載の電源アダプター、まあ充電器もねセールにはなっておりました。まあだいたい新しいモデル買うと、まあこれついてくる
るんですけど、気になるよっていう方は買ってもいいと思います。なんだかんだデュアルね、便利ですけどね。ただ基本やっぱりMacBook 35W なので、MacBook Air だったら大丈夫かなと。Pro はパワーが弱いので iPad と iPhone とか、Apple Watch とかそこら辺と合わせて使うのがいいんじゃないかなと思います。これセールは関係ないんですけど、このトラベルアダプターキットっていうのがあって、これね意外とありだなとこれ知らなかったんですけど、僕もアメリカとか中国英国全部ですね、多分ね、オーストラリアとか香港ブラジルでそのまま使えるという、意外とね知られてない Amazon で買えるんかいっていう、 Apple Store と多分置いてあると思うんですけど、いいなと思ったアダプター。これ僕ねたまたま見つけたんですけど、マグセーフのコンバーターっていうのがあって、 MacBook にねカチッてこうくっつけて充電するタイプ、昔のやつ持ってる方で新しくねまたこう買うのもったいないっていう時は、これでね1000円ぐらいでマグセーフ2っていう、今のこの新しい M2 とかのモデル搭載されたやつに使えちゃうので、これはね知らなかったです僕もしかもこれ純正で Apple Store で売ってるんですよ。ちゃんと兼用できますなんで古い Mac と兼用もできるんで、これなかなかね面白い、85W 出ますし、こういうのあるんだと思いました。これなんでかなりコスパよく買えるんじゃないかなと思いますね。これ僕も知りませんでした。あとおまけでちょっとね食料品いこうかな意外とね探したらあったんで、サントリーのだからでございます。この辺り84円、安い。だからはねうまいですよね。でこれから暑くなってる季節だと思うんで、水分補給スポドリですね。サウナ行くんでサウナ用にもいいかなと思って1個買っとこうかなと思っております。安い。スパークリングね、強炭酸が1本あたり79円ということで安いです。ハイボールのお供にどうでしょうか。このまま飲んでもね全然美味しいんですけども、お酒に合いそうな感じ、ウィルキンソン的な、結構安いなと思った。これスロータイムコーヒーっていうね、たまたま見つけたんですけど、カフェインが完全カットじゃなくてちょっとカット、半分ぐらいカットなんで、そうなんですよ。僕も結構コーヒー飲んじゃうんでカフェイン気になる時あるんですよ。カフェインゼロ飲んだり、ゼロというかねないやつ飲んだりとかするんですけど、夜は割といいかなと思いますよ。そのぐらいなら。で2本でなんかこれで多分送料無料で来る。これで試してからでもいいかなと思うんですけど、普通に24本入りもあるので、これと Amazon 限定になってるんで、なかなかいいかなと思いました。1本あたり89円なんで、飲みやすくていいかなと、なんか編集のお供にいいかなと思いました。エネリッシュっていうなんかエナジードリンクです。飲んだこと多分あった気がしたんですけど、結構投げ売り価格で売ってるんですよ。6本入れると170円なんで、そんなにレッドブルと変わんないんです。入ってるものはね、カフェイン、アルギニンとかギャバも入ってるんで、いいんじゃないかなと思うんですけど、で、30本入りで、1貫あたり90円になります。2688円なんで、これ結構投げ売りな感じはしますね。レッドブルだとね、倍ぐらいの値段するんで、結構ありかなと思った。ギャバ入ってるんで。吉野家の牛丼はね、もうこれは美味しいです。生姜もついてるからね、冷凍で。これはうまい。これはうまいので、あんまりね、吉野家でセールしないんですよ。これも見たんですけど、久々でした。これセールしてるの。おすすめでございます。はい。と松屋もですね、1個あたりはやっぱりね、安いかなと思うんで、よくやっぱ食べるよっていう方は、いいのかなと思います。牛飯とカルビ焼肉のね、セットってあんまないんで、カルビ焼肉結構美味しいんで、おすすめです、これ。このお菓子のセットがね、はい、カールがね、今、西日本でしか限定でね、売ってないんですけど、これも入ったセットになってます。意外とこれね、やっぱ同じやつがいっぱい入ってるものがほとんどじゃないですか。これでいろんなパッケージで楽しめるのがね、いいかなという、なんかプレゼントにも良さそうな感じしますね。カールうまいんだよね、めちゃくちゃ。で、今回紹介した商品ですね、すべてこちらにまとめておりますので、ぜひね、これでチェックしてもらえばと思います。他にも気になった製品とか、おすすめあればぜひね、コメントとかで教えてもらえばなと思います。随時このコミュニティ欄とかで、この MacBook 安いよとか、速報みたいな感じで出してるので、チェックしてもらえばと思います。チャンネル登録していただければ見えると思うんで、気になる方は通知ベルも押してもらえばいいのかなと、高評価してもらいたいんですけど、M3 がね、出たので、今手元にあるんですけど、忙しくて呆れてなくて、レビューしますので、今週気になる方はぜひね、チャンネル登録してお待ちいただければなと思います。MacBook というか、あとは iPad ね、出そうなので、もうどうなるのかっていうところを動画にしてますので、楽天モバイルとか、Mac のアプリとかもこれちょっと見てほしいですけどね、新学期キャンペーンね、あと4月10日までやってるので、これも見てもらえばなと思います。本のレビューもいっぱいしてますし、Mac だとこの選び方っていうのが非常に完全ガイド、全モデルを初心者向けに解説してるんで、これはね、めちゃくちゃいいかなと思います。この iPhone のアクセサリー類ですね、これもね、かなりおすすめなのでチェックしてみてください。ということで、この動画ね、良かったので、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあ、またねー。いやー、いきなり来るから困るわ、本当に。もうやめてほしい。困ります、アップルさん、アマゾンさん。